Hello，大家，疗伤游戏第4集，赶快继续来看看，在游乐园的那天晚上，后续竞争和小臭到底发生了什么事？竞争对小臭的告白到底后续如何呢？直接跳过啦，直接到白天，在洗澡。俺のミッションは静馬君を惚れさせることで。好きだ。あとはただ俺を抱いてくれればよかったのに。好きとかいいから何も考えずに楽しもうよ。哇哦！もう責任取れなんて言わないから。できない。啊，俺にとってお前はもうそんな風に割り切れる相手じゃないんだ。哇哦！小臭没想到对方这么认真啊！全然笑えない。あの夜をやり直せるなんて思ってない。最初の夜みたいな成り行きじゃなくて、ちゃんと思い当て抱き合いたい。俺は仕返しがしたいだけ。こんなやつ本気で相手してやるわけ。一直想否认哦，小臭却好像无法否认。静馬君ちょろすぎだよ。喜欢他就接受嘛。いや、人のこと言えないでしょ。復讐するとか言っといて、何一緒にその気になって。其实他自己也知道自己晕船了。冷静になれば静馬君なんか別に何とも思わない。大丈夫。越是努力想要证明自己没有感觉，代表他真的感觉蛮深的了哈。小周现在算是信仰崩塌了，本来只是把他当渣男，想要报复他而已。他没有想到竞争是这么认真，还这么真心对他的人。现在这样的人，他该怎么报复？お、やっと来た。おはよ连个衣服都没穿好う。。シャワー長いよ。全然大丈夫じゃないんだけど。バカ。なんだよ。バカ。なんだよ。バカ。お前は小学生。バカ。バカ。嘿，这个互动完全就是情侣嘛，在那边打闹。いきなり好きだなんて言うから、夜中のうちにいなくなるんじゃって少し不安だった。他比小臭预想的还纯情，也比我预想的还纯情。俺すごく嫌なやつだよ。俺はお前結構いいやつだと思ってるけど、俺は酔って記憶なくしてお前を傷つけたのに、それでもこうしてそばにいて失恋から立ち直らせてくれた。没想到哦，小臭的复仇计划那些行为，在竞争看来居然是这样的，勘違いしてるよ。开始有点内疚了哦。俺そんないいやつじゃない。笑った顔が結構可愛い。又突然直球。ツンとした顔もいいし、言い方がきついところも結構好きだ。遊園地で子供みたいにはしゃいでいたのも可愛かったし、撫でるとおとなしくなるのも猫みたいでときめく。暴力が若干手加減されてるのも嬉しい。もうだからそれが何なの。我害羞了，不要再讲了。お前には見えてなくても、俺にはお前のいいところがたくさん見えてるってこと。不愧是兽医系的，很会观察小动物哈。而且竞争是真的观察过他所有的面相，了解到他所有的优缺点之后，还觉得喜欢他。バカ。もうやめよう、仕返しなんて。静馬君を傷つけたくない。是啊，而且你回去酒吧之后，在那群人面前也不丢脸，因为你确实把到他了。あのさ、静馬君、俺。哦，他本来想坦白的，坦白他的复仇计划，結果，唉。どいつもこいつも甘いもんばっか頼みやがって。でも買ってやるんだな。そういえばさっき何か言いかけてたよな。ああ、また今度ちゃんと話そう。綺麗なところだな。俺が子供の頃住んでたとこの景色に似てる。小5でこっちのばあさん家に来てから一度も帰ってないし、記憶も曖昧になっちゃった。もう住んでた家もあんまり思い出せないし。哎呀，今度見に行ってみるか。要确定哎，小时候住的家会忘记，这个很有可能是因为经历过什么伤痛，所以身体本能反应选择忘记保护自己。小臭给那一群酒吧那群朋友买的欧米亚给全部都有竞争来提哦。送ってくれてありがとう。バーにはいつ持ってくんだ。
明日行く予定あるから。ありがとう。じゃあ依依不舍。じゃあありがとう。ごめん、また誘ってもいいか？え？今日付き合ってくれたお礼もしたいし。真的是纯情男大哎。別にいいけど。小臭，你看你被约也觉得很开心哦。あ、で、そっちは？あ、いや、おやすみって言おうとしただけ。为什么是晚安？天还那么亮。結局言えなかった。就找机会再说呗。而且我觉得以静真的性格，以你现在反正也对他没恶意了，他应该会接受这件事。ため息なんかついちゃってどうしたよ。いや、あいつのことが頭から離れなくてさ、なんか思い出すとここが苦しくてさ。え、兄貴が？やっぱりおかしい。いや、兄貴っていつも告られて付き合うパターンだったし、今までそういうのなかったから。次のデートプラン考えたら、兄貴の得意なやつ。考えるわ。おかえり。今日はアムールトラのワクチン接種があって。哦，妈妈也是做相关工作的。いつきさん、今家出るとこで。五木さんってお友達なのよね。え？やけに嬉しそうだから。翔平いつもそうじゃん。妈妈不愧也是兽医相关领域的，也是很会观察小动物哦。シズマはもうすぐ実習でしょ。这里也一个动物要被他观察了。忙しくなる前に遊んどきなさいよ。好厉害哟！你们母子800个心眼子。妈妈大概也知道儿子会害羞，所以就离开了。湊どこだったら喜んでくれるかな。真的好纯情哦，这个暗恋。哇，キャラが良かった。哥哥准备这一桌饭菜哦。相手がどんな人かわかんないけど、兄貴にも幸せになってほしいから。とっても優しい子。翔平くん金曜日空いてる？よかったらデートでもどうかなって。いいんすか？デートしたいです。だったら映画のチケットもらったんだけど一緒にどう？その後食事でも。もちろん喜んでいきます。カップルシートとかありますかね？その後何食べよっかな。でも五木さんとだったら何でも食べたいっす。小树就是喜欢他那个单纯莽撞的样子哦。他面对香品这样子，什么事情都安排好了，游刃有余的样子，就是会被他这种单纯给吸引。こんな感じかな。对比这边就没那么游刃有余，在安排约会行程了。啊，あ、それここに入れときな。小臭一下云霄飞车就超晕的，也忘记了。正好以此为理由去找他，去酒吧找他。哎，他不会来到这边跟自己的弟弟巧遇吧？あら、みっちゃんの言ってた通りね。あんなにお話聞いてあげたのに。すみません。失恋の傷はもう癒えたのかしら。はい。全部湊のおかげです。あら、そう。勝手に入っちゃって。はい。ありがとうございます。それじゃあまたね。さすがみっちゃん。お土産選びのセンスもあるわね。朝からメッセージ送りつけといてよく言うよ。あら、お邪魔だったかしら。黙った。在那边装。なんもないって。小臭故意这个态度哦，让大家真的以为他们有发生什么。それじゃ賭けもみっちゃんの勝ちってこと？言ったでしょ。のんけだろうが、俺には絶対落とせる。簡単すぎて賭けにもなんなかったけど。我早该猜到可能会有这样的事情发生了。じゃん。だってあの兄さんだってもう本気なんでしょ？哎呀，小臭。静馬くんのことはもうそういう風には。一次把误会解开吧。これ静馬くん。嚯、
第一次看竞争这样哦。ねえ哎呦，全部嘘だったのか。言わなきゃ。早く。本当は静馬くんが。よかったな。思い通りになって。哎呦，小臭讲不出口哦。一来他可能放不下自尊，二来觉得自己现在在他面前没有脸说自己对他真心喜欢。こんなやり方ばかりしてたら誰も手に入らないぞ。唉，一生一人だ。そっか。居然全部都被竞争讲中了。こういうことなんだね。经过了上一集一整天游乐园的相处之后，两个人都喜欢上彼此了。甚至在小臭提出两个人就睡一晚玩一晚之后，竞争居然还拒绝了，还说现在对小臭不是那种可以玩玩的对象了。两个人对对方的感情都已经到了这个地步了。其实我想，小臭如果真的对竞争坦白，他当初接近他是有别的目的的，就想要对他复仇。但是后来真的喜欢上竞争了，其实以竞争的性格，他应该也不会那么介意才对。但是被竞争无意间听到，那个事情的性质就完全不一样了。尤其小臭还在那群囧怕的人面前，很喜欢在那边打嘴炮，有没有？这点无论性别、无论性倾向，其实都一样。背着自己的对象，在兄弟闺蜜面前，很喜欢在那边满嘴跑火车，讲一些很不尊重对方的话。但其实这不代表自己心里那样想的吼，只是想要在他们面前炫耀有面子而已，不代表你们私底下面对自己对象的时候会那样子跟他相处。所以在我自己的感情观念里面啊，就算是谈恋爱中的两个人，如果对方想要去跟自己的兄弟聚会、跟闺蜜聚会，那种场合最好是不要去参加，除非他们本来就已经计划好了，就是要带对象去的。一来就算是恋爱中的两个人，也都还是要有自己的空间、自己的社交；二来你可能会在那个场合听到一些你不喜欢听的话，而他们这次的状况又更戏剧性，是竞争无意间不小心听到了小臭的对话，这让竞争真的会以为原来小臭私底下是这样想我的。哎，好难过哟！难得他们两个现在相信这么合，难得他们两个在伤痛之后遇到了这么适合彼此的人，难得他们两个都快要愈合伤口了。结果因为这样子的误会，又让他们的感情之路走得更曲折了。不过从下集预告来看，他们应该很快就会解开这个误会了。只要这一次小臭愿意低头，只要这一次竞争能够如往常那样包容。行啦，这一集就看到这边吧。接下来我们再继续来看看他们两个究竟会如何和好。下次见，拜拜。